哲也です。今日はね、日本の制裁に対する韓国の報復措置について考えてみたいと思います。7月1日ですね、日本政府は韓国に対するね、経済制裁を、発表しましたね。具体的にはですね、半導体材料等のね、輸出制限ということになってますね。またホワイト国から除外するというようなことも検討されているということですよね。これに対してね、韓国側は反発をしています。報復的なねことも検討するということのようです。具体的にはね、ちょっと読売新聞にね、掲載された文があるので、ちょっとそれを引用してみたいと思いますけれども、7月1日付の読売新聞、日本政府による韓国への半導体材料の輸出管理強化措置について、韓国のソン・ユンモ産業通商資源省は1日、ソウルで行われた貿易関連の会議で、国際法と国内法に基づき世界貿易機関 WTO への提訴をはじめとする必要な対応措置を取っていくと表明したと。孫氏は徴用工訴訟で日本企業に賠償を命じた韓国最高裁の判決を理由にした経済報復措置と指摘し、民主主義の原則に照らして常識に反する処置という点で深い遺憾の意を示すと述べました。こういう新聞記事が載ってたんですね。とりあえず今はね、WTO 提訴ということを検討しているようですね。その理由としては、韓国の最高裁大法院の判決に対してね、日本が不服を持ってね報復するというのはおかしいということなんでしょうけども、まず基本的に2つの韓国側の誤りがあります。一つはですね、国際法は国内法に優先するという考え方をですね、しっかり持っていないということなんですね。国際間、国同士の決めたことはですね、それは司法も従わなきゃいけないんですよ。それは当然じゃないですか。そうしないと国際社会混乱しますよね。例えば日本はポツダム宣言を受諾しましたとね、無条件降伏しますとね、それで話が進んでたと。ところがね、数十年経って日本の最高裁判所がね、あれは無効だと言ったと。これ通用しますかね、国内法というのはね、やっぱり国際法に準じてね、そこをベースにやっぱりしていかなきゃいけないんです。それで韓国の大法院の判決というのは国際法を無視した判決になっているということで、これが第一点。それからもう一つ、韓国大法院の判決はですね、日韓併合が不法なものであるということを前提にしてるんですね。そうじゃないと時効です、もう全て終わるはずじゃないですか、いくら請求権があったとしても。ところがそういう時効などはもう適用できないというぐらいに、要は日韓併合は不当なものであり不法なものであるという前提に立っているわけですね。しかしこれはあまりにも恣意的な前提なんですよ。なぜかというと、国際社会においてはね、これは正当なものと認められているわけです。当時の両国を代表する政府が交わしたものですからね。国王が交わしてないとか、なんかわけのわからないこと言っても、それは、関係ないわけですね。政治の当局者トップ同士が決めたことですよ、ね。この条約協定ですね、こういったものはですね、恣意的にね、一国のね、一つの国のね、裁判所がですね、不法であるとか不当であるとかいうふうに勝手にね、何の根拠もなく決めてるわけでしょ。これは絶対おかしいわけです。だからこの2つの点でおかしいということですね。それからまた韓国側はですね、三権分立に対して日本側が理解していないとね言ってますけれども、三権分立というのはね、お互いに相互にねチェックし合うというね、牽制し合うという形なんですよ。お互いに分離独立して、それぞれ勝手にやっていいという意味じゃないんですね。3つの司法、行政、立法のね、それぞれの機関が独立で存在しますけども、お互いこれ牽制し合うということなんですね。ですから例えばですね、司法が誤った判断をしたということに対してね、例えば立法がですね、新しい法律を作ってその誤りを正していくと、あるいは曖昧な点を正していくということが、やらなきゃいけないわけですよ。で、行政も立法も何の対応もしてないと、韓国はね、つまり国際法違反の状態が続いているということなんで、これに対して制裁措置を講じるというのは私は正しい行動だと思います。またね、今回の制裁というのはね、韓国が北朝鮮に対して、瀬取りなどをね、やってるんじゃないかと、そういう疑いの疑念がありますからね、そういう疑念も含めてホワイト国からの除外ということも検討していくわけですよね。ですから日本側がやっているこの制裁
と言われているものについてね、一点の曇りもないと私なんかは思いますけどね。韓国はこれから WTO を提訴する、それからいろんなね輸出規制輸入規制なんかするかもしれません。でも韓国が輸出規制しても日本困らないじゃないですか、そんなにね。韓国海苔とかキムチとか K-POP とか、あと何があるかな、アパレルがあるんですかね、よくわかんないですけども、韓国製品ってそんなに身近ですか皆さんね。もちろん生産材の部分ね、半導体とかそういうところは影響が出るかもしれませんけども、それは代替措置が取れると思いますよね。多少金が高くなるかもしれません、値段がね高くなるかもしれませんけれども、代替措置は取れるんじゃないかと思います。ですから痛手はですね、日韓どちらが大きいか、もちろん日本の方が貿易黒字で韓国が貿易赤字なんですからね、日本の方が痛手が大きいというね、指摘もありますけれども、日本は痛手はあっても乗り越えられるんですね。韓国の場合は世界の9割7割から9割占める日本の半導体材料等をですね止められた場合には致命的な打撃を受ける可能性があるわけですよね。そういったことで日本政府にはね報復等にひるまずに信念を持ってね正しいことを貫いていただきたいと思っております。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。目覚めよ日本人、よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。